んにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さて今日は4月13日天秤座の満月、そしてこの日に金星逆行が終了しますし、太陽とカイロンがお羊座でコンジャンクションします。ということでとてもパワフルなエネルギーである天秤座の満月についてお話しします。そしてですね、今回この満月に関しての12星座別の、とても必要なメッセージ、ですね。手放し、何をすれば開運になるかなのか、みたいなことも最後にお話しする予定です。が、もし長く、今から取るんで、これあんまり長くなりましたらですね、皆さん続けてみるの大変なので、前半後半に分けたいと思います。いずれにしても必ず皆さんにお届けしますので、最後までご覧ください。そしていつものように、もうまずは感謝から、本当にこの動画をね、見てくださる皆さん、行き着いてくださる皆さん、チャンネル登録してくださる皆さんも、ひょっとしたらまだしてない皆さんも、とにかくここで今お会いしている皆さんのエネルギーがとても素晴らしい。私はなんかオーストラリアに住んでますけど、日本人の方の知り合いがほとんどいない状態ですけど、この YouTube を始めてから、たくさんこう日本のね、方と何かつながりが実際に話してなくてもコミュニケーションができているような気がして、とても楽しい毎日を送っております。皆さんのエネルギーのおかげです。本当にありがとうございます。さてですね、では、早速なんですけれども、ね、貴重なお時間ですから、満月についてお話ししたいと思います。まず最初に3月に月食と日食のエネルギーがありましたけど、これまだまだ強い影響力を持っているということは忘れないでください。通常の新月や満月っていうのは、次の新月が来るとエネルギーが変わる。ですから今回の天秤座の満月で前回の乙女座の満月のエネルギーは普通は変わるんですけれども、ドラゴンテールやドラゴンヘッドの近くで起こるイベント、which is 3月に起こったことですけれども、それは少なくとも3ヶ月から6ヶ月影響を与えます。そのことを踏まえた上で、新しい情報として、天秤座の満月のエネルギーの解説を見ていただきたいと思います。またお知らせ消すの。外れてた。すいませんね。音皆さんにはしてないのかな。さあ、ということでですね、で、この影響はね、実は皆さんご存知のように地震とか台風とか火災という形でも見えていまして、実際この月食、日食の影響、海王星の移動の影響っていうのを受けて、とても悲しいニュースがいっぱい目に入っています。で、誰もが不安を内側で増大させている今時だと思います。私もそうです。皆さんもそう。I'm with you。ですが、それはネガティブなエネルギーに力を注いでいるようなものなんです。ただただ不安になっていってしまうというのは。でも、そうなっちゃいます。一人だと。私もそう。とてもそこから這い上がるのは難しいことですが、でもそれはネガティブなエネルギーになってしまうので、被害に遭われている方たちに光のエネルギーを送る。私たちは今その送る側として送ることができる。さらに、自分自身とか家族とか仲間とか大切な人もその光の中に包み込んで守るというイメージを持つ習慣をですね、ぜひつけてください。私は毎週金曜日の朝にインスタライブも行っております。で、ちょっとしばらくはですね、その金曜のインスタライブで皆さんも一人でするのは難しいと思うので、皆さんを光に包む時間をその中で持ちたいというふうに考えておりますので、一人で難しいと感じる方はぜひインスタライブの方にも参加って言っても見るだけでいいんですけどね、ご覧ください。さて、天秤座の満月です。4月の13日、日本時間の9時22分、天秤座の23.19度で起こる満月です。で、この場所が皆さんの誕生図のどこにあるのかということが分かると、細かく自分自身への影響をもっとね、見ることはできるんですけれども、ここでは全体的な影響についてお話をしたいと思います。ちなみに天秤座のこの場所っていうのは、同調するというエネルギーが流れている場所ですね。そして自然界とか大いなる存在、宇宙とかね、そういうものを味方につける人が成功する場所だよと言われている場所であります。それからピンポイントでこの度数を見ると、左側に3番目の羽をつけた蝶というキーワードのある場所なんですね。で、
左側の3番目の羽、なんかこうピンとこない人もいるかともしれませんけれども、これはあらゆる予期せぬ出来事に柔軟な対応力を見せることができる人が幸せになるよというメッセージの場所です。腸の左の3番目の羽っていうのは、普通は3個なくてもいいわけです。で、左側っていうのは左脳です。左脳の知識や頑固な思い込みを捨てて、その左側の思考の中に3番目の適応力っていうエネルギーを加える。適応力を持って与えられた状態にパッと対応するための羽なんですね。ですから、それを使っていきましょうということです。で、こう聞くと、なんかまた事件が起こる前触れかと思う人もいるかもしれませんが、自然界の動きっていうのはもう私たちが操ることはできないものですけど、それをどういう意思を持って、どういうふうに準備をして受け止めるかっていう点は、私たち人間に委ねられているということを改めて覚えておきたいと思います。それから、水星はすでに逆行をこの満月の時に終了していますが、金星の逆行はこの満月の日に同じように終了します。それからこの日、太陽とカイロンはお羊座でコンジャンクションとなります。日本では11ハウスで起こります。ここでせっかくなので、またいつものようにちらっと、私の作ったチャートもシェアしたいと思います。見えているでしょうか。よいしょ、こんな感じですね。はい。ここに太陽があって、で、ここに月です。で、この太陽が11ハウスでカイロンとコンジャンクションしているということですね。さらに、水星、土星、ドラゴンヘッド、水星は、金星、ドラゴンヘッド、土星、水星、ちゃんと言ってるかな、魚座、後半で密集してますね。これステリウムって言います。ここガガガガガッとくっついてる。で、日本ではそれは10ハウスで起こります。はい。それから、これらのステリウムが蟹座の火星2ハウスとトラインをしてます。さらに6ハウスにいるジュノともトラインをして、ここにグランドトラインというものを作っています。ちなみにこの火星は獅子座のパンドラとコンジャンクションです。なのでサインは違うんだけれども、こう近いということですね。で、通常は水と火のエレメントっていうのは相反するエネルギーなんですが、魚座の後半のストリウムと例えば、いて座前半の、ジュノとか、獅子座前半のパンドラっていうものが、このグランドトラインに参加しているために、火と水っていう普通は打ち消し合うものが、うまくバランスを取るときとも言えるんですね。これこそ天秤座の美しいエネルギーです。感情とか思いやりを大切にしながらも、その大切にすることが火としての自分自身の表現につながっていくという、こういう素晴らしいエネルギーだと思います。で、蟹座の、でも太陽、蟹座の火星が2ハウスっていう場所にいると、それは自分の大切な場所を示す場所なので、蟹座もそうですね。なので、自分にとっての祖国とか国とか家族、仲間、あるいは地球そのものかもしれません。自分のこの大切な居場所を守ろうとする蟹座の火星のエネルギーというのはかなり強くなっています。もうすでに。特に4月の前半はまだ水よりも火のエネルギーの方が強いから、それが戦いっていう過激で衝動的に国を守るために戦うみたいなエネルギーになる可能性は多くあります。ここは注意したいところですね。で、自分を守るためになんか人と戦うとかね、そういうふうに出ないように感情に流されずに相手の思いを汲み取ってから愛の言動を選択するか、本格的に自分の内側をもう一回見て、本能としての自分、ソウルとしての自分がどういうふうに考えているのかっていうのを見ることが大事です。その上辺だけを見てると、自分自身は正しさを証明するように見えている、思っているっていう本音があるように見えるかもしれないけど、もう一回本当にそうって見たときに、やっぱりこの後この人と、ぶつかり合おうってはしていなかったみたいなものに気づける。するとやっぱり愛からの言動を選択することになる。ということで、皆さんのその心の成長具合っていうのが試される時でもあると言えるかもしれません。よいしょ。で、金星が、巡行をこの日からするわけで、ここからは一時的な感情の高まりではなくて、ソウルが本当に求めている平和っていうのをより明確に理解できるようになる人は増えそうです。
金星は順行にこの日戻った後、5月以降、またこうすごいエネルギーを高めていくっていうことがもう予測されてるんですね。なので、ポジティブで喜びにあふれた金星がその頃にまた確認できるので、それまでちゃんと光を見失わないように、影の方に引っ張られないように、優しさや思いやりの方にちゃんと従っていくということをやっていきましょう。海王星のお羊座色によって、もう見えてなかったところはだいぶ見え始めている時だと思うんですね。もう自分の嫌な部分もひっくるめてです。私やっぱりこういうところはあるなとか、でもそんなのみんなある、私もある。だからそれは見えたからイコールダメなんじゃなくって、見えたから次どうするのっていうね、エネルギーに変えていけば問題がないと思います。で、すでにメンバーシップ動画っていうものがあります。5.99ドルで毎月メンバーになっていると、その人たちだけに月のね、オーブゼロ度のアスペクトを全部お話ししている動画などがあるんですけれども、そこで話したんですけど、4月の前半のアスペクトは、セクスタイルがとても多いんです。で、私は個人的にトラインよりもセクスタイルが好みです。なんかどっからともなく来るラッキーっていうのがトラインですね。何が良かったのか分かんないけど、とにかくうまくいったみたいな。でも、セクスタイルっていうのは自分の成長や努力が報われる形で、だからちょっとしんどいところも通るけれども報われるっていうのがセクスタイル。これが個人的には好みなんです。ですからこれまで他の人のせいにするではなく、自分の言動の責任の大切さと、それが結果になってるんだよっていう、こういうちゃんとしたマインドを構築してきた人たちにとっては、すごく結果がどんどん出ていく4月です。で、ここにいる方はほとんどそうだと思うので、私のそのスピリアルっていう提唱に興味を持っていただいているということは、ただ瞑想してるだけは幸せになれないよ。そこで得た何かを行動するよっていう、こういう人っていうのは自分の言動の責任っていうのを持っている方だと思うので、きっと皆さん、さっきのサビアンもそうでしたから、シンクロしていいことが起こるんじゃないかと思います。それから天秤座の支配星っていうのは金星ですが、金星はさっきお話ししたように多くの天体と一緒に今魚座でストリームをしている。そして逆行が割るということで、もともと魚座は金星にとっては居心地がいい場所です。心美しい人っていうイメージのある魚座の金星は、牡牛座の天王星と今回の満月でセクスタイルもとってます。愛、調和、見えないアセット、財産の大切さ、思いやりの心、スピリチュアリティの世界そのものが現実世界でも明確に拡大していくという、これもまた私たちにとってはとても好ましいアスペクトですね。ですから今回満月は愛にあふれたエネルギーの中で必要のないネガティブな思いを手放して新しい自分に生まれ変わるぞというのに最適だと思います。で、ちょっと皆さんにお話ししたいのは、私は最近この YouTube のおかげで、日本の方からオンラインでたくさんセッション予約をいただくようになりました。オーストラリアの方だけじゃなくてね。で、そこで話していて気づくのは、日本人の方はちっちゃい時から通知表にできないことが書かれていることが多かったので、思い癖として、私はこれが苦手、だからダメっていうセットになっている意識が高いんです。でも、私はこれが苦手はしょうがない。もう苦手って分かっちゃうから、嘘ついてもしょうがない。でもそこで続きの言葉が、でも逆にこれができるとか、私はこれが苦手、でもだからこそこんないいところもあるっていうところまでをセットにしてほしい。こういう拡張したマインドを持ってない方が日本人は多いので、これを変えてほしい。私は苦手っていうお題ならいくらでも書き出せますっていう人がクライアントさんに多いんですね。それも、その等身大の自分も否定しなくてもいい。だからまずは一旦それを書き出すんです。で、書き出してみてから、そしたら納得するでしょ。でもその続きにポジティブな一言に変換していくという癖をつけていかれるといいと思います。私が提供しているマニフェステーション実現プロジェクトっていうのは2ヶ月間、オンラインの、グループページでね、YouTube じゃない、Facebook ですけど、つながって、アクティビティを書き込んでいただいて、私がアドバイスをするっていうのをやってるんですけれども、例えば、私は人のジャッジが気になって、臆病だし、自己表現下手だし、影響力も持っていないから成功しないと思っている人、みんな実際本当はもっと長くいっぱいいっぱい自分のダメなところを最初は書いてくださるんですよ。最初はそれでいいんです。でもそういうふうに思っていても、それってさ、今のを聞いて、この人は他の人の意見をじっくり聞くことができる
ということですし、感受性の強い人の心まで察知して寄り添える人っていうことなんです、これって。言葉を変えると。だから、そういうことじゃない。私だったらそんな人の話こそ聞いてみたいし、そんな人にこそクラスを教えてほしいと思うよ、みたいなアイデアが他の人からそのところではもらえるんですね。自分一人で考えてるとこう気がつかないんですよ。でもそれが気がつけるのがグループワークの良いところです。気になる方はぜひウェルカムですので、このね、プロジェクトにも参加していただきたいと思います。で、ところで今回、天秤座の満月であり、先ほど言ったように魚座のステリウムがあり、それが程よく火のエネルギーともトラインしています。で、そこに天秤座と魚座のエネルギーっていうものがこううまく火のエネルギーにこう絡まっていった時にしか生まれないものが誕生してるんです。天秤座と魚座ってどちらも本当に優しくて思いやりにあふれたクリエイティブなサインです。それからこう自分だけじゃなくて他者の幸せを自分の幸せとして感じることができるという素晴らしいサインです。こう他者の思いを優先することで私いつも我慢しているっていうふうに思うのではなくって相手が幸せな姿を見て私はもっと幸せになったって思えるっていうサインなんです。ですがもちろんそれが自分のニーズでもあるからこそ人のニーズに応えているわけですからそういうことをしている自分も私ってダメだわじゃなくて過小評価しないでいるということも大切だということも覚えておいてください。それから、カイロンと太陽が重なっているというふうに先ほど言いましたけれども、お羊座のカイロンは自分の存在そのものの価値とは何ぞやっていう質問を自分自身に投げかけてきます。もうお羊座にカイロンまだ当分長くこの後何年もいますので、その間ずっと問いかけてくるんですが、お羊座のカイロンね。だけどそこに太陽が重なると余計今クローズアップされるテーマですね。で、これもさっきのマニフェステーション術では、セルフワークとか、自己価値ね、セルフコンセプト、自己概念とか、アイデンティティとか、セルフミッション、使命ですね。などをこう明確にしていくっていう作業をするんですけれども、カイロンと太陽がくっついてるときには、それが明確でないとこう傷つく。そういうものを持ってない、わからないわ。who am I am なんとかっていうこの I am の下につく言葉がこう思い浮かばないっていう、こういう傷ですね。で、これはあまりにも実はシンプルだけど深いテーマなので、ほとんどの人が無意識にずっとこの問いを自分に Who am I? っていうのをこう下げているテーマなんです。ですが、これもマニフェステーション実現のためには通らなければいけないプロセスで、今回はそれを無理やり通らせてくれる満月とも言えると思います。今回の天秤座の満月はこのテーマから逃れずに向き合うことがステップアップの秘訣となるということです。それからですね、さっき樹の火星、金星のグランドトラインって言いました。これって女神たちのエネルギーの目覚めのトラインなんですね。これは性別が女性に限らず女性性の周波数、which is つまり美しい心、美しい使命、美しい目標、自分たちだけではなく未来の存在たちに残す美しい地球。これがまあ本当に女性性のエネルギーなんです。こう次の世代につなげていくのが女性性ですね。っていうテーマで生きている人たちが間違いなくサポートをされるので、そういう皆さんがここにいると思います。皆さんがやっぱりサポートされるっていうのはそういう意味からも言っています。で、ちなみにですね、今回金星の逆行がこの同じ日に終了すると、5月に冥王星が逆行を開始するまでの間、すべての惑星が巡行するという期間に入るんです。この影響もあって、4月は物事がスムーズに進みやすくなるタイミングという星読み予報にもなっていましたということです。ってことで、やっぱり長くなった。なので、後半戦別動画で12星座別の天秤座満月の続きのアドバイスをいたします。で、今言ったように、満月は手放しなので、12星座別に何を手放せばいいのか、この満月で。っていうことと、さっきの大事な Who am I? 私は何者っていうアイデンティティ、自分でわからないという人のためのヒントとなるテーマを12星座別にすべて出していきたいと思います。
ですので、後半の方もぜひご覧ください。そして、後半の方でいつもの、これなんか最近すごく楽しみにしていますっていうメッセージをインスタの DM なんかでも受け取るんです。ですので、本当にこれね、毎回入れようと思いますので、そちらで1枚引きもしていきます。では続きをご覧ください。